勝手気ままな裏レディオお久しぶりでーす。パチパチ鳴らしてますね。はい、また脳内からパチパチ言わしてます。ですね、お久しぶりなんですが、今日はですね、何の話題？ザ・ワンダフル101クラウドファンディングについてですね、ほうじゃなくて、散々このラジオで話題にしてたザ・ワンダフル101がこの度、クラウドファンディングにて、皆様からキックスターターで、お金をいただき、他のハードにも移植するよっていうキャンペーンを打ったんですよ。そのゲームは知らんわ。そのゲームは、もう知らなくてもいいですけど、忘れてるじゃないですか、もう。何度か説明しましたよ。初耳だわ、初耳。まあそういう、僕の思い出深いタイトルがあるんですけれども。前言ってたやつね。そう。新人でね、まあ頑張って作ったタイトルがあるんですよ。それはこの度、Wii U ではもう遊べなくなったこのタイトルが、皆様からお金をいただくことにより、いろんなハードで遊べるようになるよっていうキャンペーンなんですよ。これが2月4日から3月7日までの間で、募集をしたわけですよ。いくら集まったと思いますか？目標は5500万円なんですね。5500？ そう、5500あればもう移植しますよって、言ってたんですけど、それに対してどれだけ集まったかなという。なるほど、じゃあ、3000万ぐらいちゃう？達成してなかったらここで話を話題にしません。達成したの？達成しました。なんと、約223万5000ドル。全然約ちゃうやん。なんかすごい詳細やん。日本円で約いくらなの？約2億3532万528円です。約それぐらいです。2億ですよ。5000万くれって言ったのに2億集まったんですよ。こんな商売あるんだって思いましたよ。これはもうクルーザーでも買えるんじゃん。そうですよ。これで食っていけるじゃんと思いましたね。でもクルーザー買おうよ。クルーザーは買いませんよ。プラチナゲームで。余った何億かは懐に入るわけじゃないんですよ、これ。何すんの？ちゃんとこれストレッチゴールっていうのがありまして、よりお金もらったらくれるんだったらもっといいもん開発するよっていう、ストレッチゴールっていう背伸びゴールみたいなのがあるんですよ。でそれをガンガン達成したというわけなんですね。なんで懐に入るわけじゃなく皆さんの喜びのために使わせていただきますよっていうお金なんですよ。移植もするし、そうです。なんかもするの？そうです。なんかもするんです。なんかって何するの？それがですね、まず、リミックス楽曲、サウンドトラック、めちゃくちゃこのゲーム、BGM もたくさんあるんですけど、リミックスしたサントラだったり、あとはもうワンダゴーグル。主人公たちが、つける、変身グッズがあるんですよ、ワンダゴーグルっていう。もうそれももらえるし、ゲームのモードとしては、タイムアタック。さらに、ワンダゴーグルがなんか主人公の横スクロールアドベンチャーも作ることになりました。そいつ知らんし。いやもうね、全くないモードを新しく作っててすごいなって僕は傍から見て思ってましたけど、そんなんもついちゃいますね。みんな様から撮影ご支援いただいたお金で、そうです。なんか作れると。そうなんですよ。これを作っていくわけですよ。クルーザーはなしで。クルーザーはもうなしですね。それで売り上げた、そもそもの、お金でクルーザーを買うことはあるかもしれませんが、先々ね。それで皆さんのために、お作りしようというところです。クルーザーは第一歩ね。クルーザーですか？PT のゲームに使うとかじゃなくて、まずクルーザーなんですか？まずクルーザー。わかりました。じゃあクルーザーはいいんじゃないですか、買ったら。というわけでですね、そんな夢盛りだくさんのワンダフル101、リマスターがですね、発売日は2020年6月の11日となっております。リマスターでなんか違うの？リマスターが違う、リマスターは基本、今言ったような追加のね、要素はもちろんあるんですけれども、ハードな、ゲームだったんですけれども、バランスについていけないなっていう人たちのためにも、ちょっと優しめの調整を施してみたりとか、
まあ遊びやすくしてるというわけなんですね。で、まあお価格ですね。お価格で言うと、パッケージ版が4980円プラス税と、ダウンロード版は3980円プラス税となっておりますと。まあこれを機にね、もちろんスイッチ、スチーム、PS4 全部発売するんで、もうどのハードでも楽しめますよ。まあというわけでね、これはもう皆さんぜひぜひ、まあなんか各ハード買ってもいただいたらいいのかなとは思うんですが、これに先立ちまして、PR 活動も抜かりなくやっております。我々。パックス。知ってますか？知らんな。ですよね。まあ、じゃあ例によってお伝えいたします。パックスとは、ペニーアーケードエキスポの略称で、アメリカの複数の地域で開催される TRPG コンピューターゲームなど様々なゲームを取り扱うイベントで2004年に第1回が開催されたんですね。ゲームファン向けのイベントという面が強いです。ゲーム会社の関わりとしては業界関係者のパネルディスカッションやブースの出展などが行われることが多いというイベントです。長いわ。まあこれにね今回出展したんですよ。出展？ゲーム会社がこういうイベントにブース出展するってのはまあまあ珍しくないんですが、こと我々に関しては、ゲームのブースを出展するっていうのはプラチナゲームズにとってはまあ初めてなんですよね。なんで、すごい歴史的な、いわばこの、プラチナゲームズ創生以来の、第一歩なわけですよ。まあそういうことが、そういういいことが起きたということを覚えておいてください。忘れなかったらね。そう、はいはい。で、まあブースの様子をね、ちょっとしたその、映像がありますので、どういう設営をしたかってのをまあちょっと見てもらいましょうかね。映像お願いします。はい、これ、現場です。うわ、これチュートリアルもあるわけですね。この、懐かしい、この素材も昔作りましたよ、僕。いいな、そのまま流用してくれてますね。なんか、私置いてけぼりやわ。いや、これはもう興奮ですよ、僕一人で。現場に行ってませんけれど。まあこれしかも、全部この、まあしっかりこう設営されてますけど、まあ現場に行ったら、誰も何も設定してくれてなくて、現地の人が。じゃあどうぞみたいな渡されたんで、急遽もう、ある素材のポスターやら何やら頑張って、手弁当で急遽仕上げた、渾身のブースです。プラチナのスタッフが。そうです。現場であたふたしながら頑張ってくれたみたいですね。で、次が、実際のお客さんが、遊んでいただいてる様子ですね。どうぞ。ほら、見てください、この大行列。いかにファンが多いか。クラウドファンディングでね、100万くれた人もいるんですよ。すごいですよね。この人には漏れなくもうスタジオまで案内しちゃうっていうのは、スペシャル、プレゼントも、まあ、ノベルティとして、送りますけどね。もうみんなこう、遊んでくれてるわけですよ。これはもう楽しみですね。いくら万本売れるのか。楽しみ。この説明してるのはこのうちのローカライズのスタッフだったりしますね。結構人来てるんだね。そうですね、すごい嬉しいですね。ちょっと舐めてたわ。知らんゲームやし。そうですね。まあゆくゆくはまあおいおいまたここで取り上げるかもしれませんが、まあこんな感じで大盛況というわけです。というわけでね、クラウドファンディングが今回の学びとしては儲かるということが分かったというわけなんで今後もね、思いに限らず、なんかこうクラウドファンディングっていいんじゃないのかなと思うのでやってったらいいのかなと個人的には思ってます。じゃあなんかさ、はい、別にゲームなんだっていうわけでしょ。そうです、もちろんもうなんかたくさんあるみたいですよ。ジャンルは無限です。はい。私のフィギュアをなんかそうですね。等身大フィギュアをみたいなことでいいわけでしょ。そうですね。それやろうよ今度。そうですね。まあそれ、まあいくらにします目標。クオリティだからまあ最低でも5億純金とかで作るんですかいらないでしょそんな5億。いや5億は誰もこれ達成しなかったら没収なんですよこれ確か。そうなん？確かそういうお話だったような気がします。なんか設定はできるんですけど、だからあんまり跳ねた目標最初からやるとそのストレッチゴールとして5億とかはいいんじゃないですか。ストレッチゴールとしてクルーザー
いや、それプラス何億でしょいや、もうやめましょう、この話はもう。もうちょっと頭を冷やしてから考えましょう、企画は。何よ。それじゃあ、また次回